あとですね、こちら商品ね、僕の本業ですよね。シルバーの、作品群が、ここに展示してあります。これ何かと言いますと、これ実はイベントでご覧になったことがあるお客様もいらっしゃると思うんですけども、イベント用重機ですね。普段ちょっと倉庫に入れてたんですけれども、商品かけて展示して、これも稼働させようということでですね、こちらに展示してあります。先ほどもお話ししましたけれども、高円寺店というのはですね、僕のパートになります。どうしてもね、僕の体が空いている時しかお店を開けることができないんで、完全アポイントメント制になってますけれども、もしくは偶発的に空いている時ですね。時は、この店内に入れます。そして商品もご購入いただくことが可能でございますので、そのあたりを気にしながらですね、高円寺で覗いていただければと思います。こういった商店街でやってるとですね、もう本当に一番最初の頃のお客様、このお客様たちがですね、あれファーストアラスじゃないって言ってね、遊びに来てくれるんですよ。で、またね、お買い物していただいたいなんていうこともあったりとかしてるんですけども、この商店街何が面白い、長老様がですね、何名かおられまして、僕がね、始めた頃からお世話になっている、先ほどお話しした版画の作品を作られている作家さんであったり、この町内うどんさん屋さんであったり、この商店街でいろんなね、商売に営まれている長老様がですね、お、元気してんのか豚ゴリラなんつってね、よく声かけてもらってます。今でもね、非常に仲良くやって、町にちょっとね、協力できることをいろいろやってるんですけれども、ちょっとそういった楽しい商店街でございます。はい。はい、こちらのコーナーなんですけれども、カフェスペースといいますか、コーヒースタンドですね。こういったものを併設しております。コーヒーの他にですね、ソフトドリンク、瓶のコーラだったりですとか、あとはジンジャーエール。コーヒーもね、あるんですけれども、ちょっと僕ね、入れ方を忘れました。ですんで、コーヒーあるんですかってよく言われるんですけども、あるんだけどないっていう言い方してます。あるんだけどない。本当ですね。やり方がわかりません。ちょっとこのあたりもね、店番してくれるね、方いらしたら、ぜひ、こちらの概要欄の方にね、ご連絡ください。働いてください。コーヒー入れてやってください。お願いします。なんでコーヒーかっていうとですね、ちょっと、買う買わない別としてですね、見るものが多いスペースなのかなと思ってるんですよ。コーヒーなんか飲み物もね、提供して、時間の許す限りね、いろんなものを見て、その方々のその感性をね、ちょっと刺激できたらなっていう空間なんで、よかったらお茶でも飲んでってくださいっていう感覚です。と同時に働くスタッフ募集してます。よろしくお願いします。こちらの10円ゲーム。どうだろう、若い方はね、見たことないかもしれないですけども、40代の方、30代の方はわかる方もね、いらっしゃるかと思います。幼少期、こういった機械がですね、ゲーム機ですね、ゲーム機が駄菓子屋の横に置いてありましたね。で、これ、どういうゲームかって言いますと、10円玉を、投入します。それをですね、パチンコ形式で、右に左に飛ばしていって、穴が開いてますね。この穴に10円玉が落っこっちゃうと、搾取されるっていう、そういったゲームでございます。これ何がね、僕好きかっていうと、今のね、貨幣価値だとちょっと10円ってどういう価値かっていうと、昔とは違うと思うんですけども、幼少期の僕らの10円って非常に大金でして、これをね、何枚か持ってると、駄菓子がちょっと買えたり、5円でね、チョコが買えたりとか、そういった時代でございました。そのなけなしの10円、これをですね、投入するわけです。で、このゲームをですね、最後までクリアするとですね、メダルが出てくるんですね。で、メダルを何枚か集めると、これまた駄菓子と交換できるっていう。遊んだ上にお菓子ももらえる。非常にこれメリットがあるわけですよね。この出来高性、ここに僕はロマンを感じて、だいぶこのゲームに投資した、過去がございました。そしてですね、その先ほどお話ししました。自分の手持ち、その10円ですね。これをそのまま動かしていくわけですね。こう、右に左にと。僕の魂の10円がこう動いていくわけですよ。で、これがですね、もう節操なく穴に落っこっていくわけですよ。このね、世知辛さ。これをね、今のね、子供たちに伝えたいっていうんで、この機械買いました。で、いつ、活躍しているかと言いますと、年に1回高円寺というのはですね、阿波踊りという大きなイベントがございまして、僕の友人なんかもね、踊ったりとかしてるんですよ。本当に彼らのその、踊りに対する意欲っていうのは本当にすごくて、1年かけて一生懸命練習するわけですよ。で、その、晴れの舞台、これを皆さん見に、全国から、今世界中ですよね。だから本当に何万人もこの高円寺という小さな町に、人が訪れます。その時にですね、僕らもちょっとしたもの、菓子であったり、ちょっとしたものをね、雑貨だったりとかっていうものを、この高円寺店の前でね、店を出して売ってるんですけども、
そこの横に10円ゲームを投入したわけです。すごいですよ。長蛇の列。小学生の。もう斜め向かいにね、セブンイレブンさんがあるんですけれども、ここでね、彼らね、両替してくるんですよ。で、セブンイレブンさんがね、どうしました？何があったんですか？すいません、こういうわけです。そういうことか。セブンイレブンさんにご迷惑かけてるんだ。ということでですね、両替はね、うちでもやってますので、子供たちはこれ見てないと思いますけども、親御さんたち、もしね、その機会、来られる時ありましたら、両替うちでもやってますので、ぜひぜひ、お申し付けください。このね、リアルな、うまくいけば何か報酬を得られる。ダメならば搾取される。これが社会の縮図だということを、僕はもう常に、子供たちに植え付けていきたいなと。そういう所存で、この秘密兵器、高円寺店にあります。はい。こちらにすっ転がってる、なんだかわかんない銀の重そうなやつですね。これ何かと言いますと、なんじゃないですね。これバイクのスターターでございます。キックスタートでね、乗るバイクが僕ほとんどなんですけども、これ非常に僕が乗らないためにかかりが悪くなっちゃってるっていう表現の方がいいかな。そういう車両もございます。あとはちょっとセッティングがね、カリカリすぎちゃって、かけるのが難しいよっていう車両もあります。かかっちゃえばね、なんとかなるんでね、一回ね。どういうことかと言いますと、後輪にいわゆるこのくぼんでるところにね、後輪をはめるんですよ。でこれ電動のモーターでぐる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 っと回して、押し掛けと同じ状態でクランキングをして、エンジンをかけるというものなんですけれども、今、バイクの F1 ですよね。MotoGP なんかでも使われている機構ですね、これがね。これが一番最先端のスターターになるんですけども、レーシングマシンっていうのはですね、追ってバイクの時も話しますけれども、セルモーターとかそういったものがついてない車両があります。やっぱりね、バイク自体、マシン自体がね、アスリートなんで、無駄なものはそいでいくっていうことでですね、こういったスターターが重宝されてるんですけども、ちょっとそれをね、僕、レーシングマシンなんかもあるんで、こういったスターターも持っとこうかなっていうことで、ここにほっぽらかしてあります。ほっぽらかしてるというか、使ってますよ。はい。それとですね、ここにあるミシンですね。このミシン、先ほどもお話ししましたけれども、アメカジ好きな方はね、ご存知の方もいらっしゃると思います。デニムの裾上げに使いますミシンでございまして、これチェーンステッチ、縫い方が違うわけですよね。ステッチの形状が違います。昔のデニムは大概この裾はチェーンステッチで縫い上げられてるわけなんですけれども、このあたりのね、詳しい説明は、ちょっとそういったメーカーさんにちょっとお願いするとしてですね、このミシンなんでここにあるのかって言いますと、佐世保にございましたショップがございまして、こちらのショップさんがもうお店辞めるよっていう時にですね、ミシンをどうにかしたいということで、誰か探してくれないかという依頼を受けました。で、その時にですね、古着で有名な高円寺なんですけれども、ヴィンテージのデニムが高円寺という街にはたくさんあると思うんですが、その竹詰めをするっていうこともないとは思うんですけども、竹詰めをしなきゃいけない人、したい人、いるはずです。いるんですが、チェーンステッチを使えるミシンの台数が高円寺という街には非常に少ないんですよ。ですんで、高校時代の時にですね、僕ジーパン屋さんでアルバイトしてたことがありまして、竹詰めを鬼のようにやらせていただいたんですよね。ですんで、またできんじゃないかということでですね、またちょっと、このミシンの扱いは違うんですけども、たまにちょっと練習をして、その時の勘をね、取り戻したりなんかして、チェーンステッチの竹詰めをできるようになって、ちょっとまた街にね、何か恩返しできるようになればな、ということで、そのショップさんから引き受けて、今ここに置いてあります。そのショップさんがね、また復帰される際は、お戻ししようかなと思ってるんですけども、今のところは、ここにございます。そして僕のスキルがですね、追いつけばまた街に恩返しできるように、チェーンステッチができるように、このミシンが活躍またできるようにね、頑張っていこうかなと思ってます。練習します。こちらにございます。黄色い箱。またね、後でちょっと登場していただきますけれども、ヴィンテージのですね、スヌーピーのソープディッシュ。非常に可愛いんですよ、これ。追ってね、お話ししますけれども、それのノス版、ニューオールドストック、デッドストックですね。もしくは、箱付きと言われるものが何十個かね、そこにストックしてあります。はい。その向かいですね、ヴィンテージ資源、ヴィンテージの看板です。これ好きなね、メーカーさんだけ僕ちょっといろいろ集めて長年持ってるんですけども、中にはですね、値段がついてないものもあります。値段がついてないものは、これはちょっと僕の趣味ということで、コレクションなんでね、これちょっとお渡しできないんですけども、値段がついているものに関しては、どうぞ、お買い求めください。何点かあります。非常に状態もね、いいものから味わい深いものまで、いろいろあるんですけれども、これね、会った時がね、買う時なんで、よかったら、こういったものも、販売してますんで見てください。
その横ですね、レースオブジェントルマン、グッズですね。これアメリカで開催されているビーチレースです。こちらにですね、僕車を日本から送って出走させてもらいました。本当にね、ロケーションがいいところで。何から何までかっこいいんですよ。レースオブジェントルマンっていうのはね。グッズしかり、何しかり、いちいちかっこいいですね。今回だけじゃなくてね、ここはクローズアップしてまた説明していきたいと思います。はい。その下のスヌープおよびチャンピオンのスパークプラグ書いてありますね、いろいろ。あとは下の黒い箱ありますね。この辺も、僕趣味で集めているものですけれども、値段がついているものはお渡しします。チャンピオンのスパークプラグのこれ、プラグ掃除の機械なんですよね。エアコンプレッサーにつないでもらって、サンドブラスト状態、それでプラグを磨いていく。サンドブラストですね。ガラスビーズが入ってます。中に。実際これ使えます。ちょっと袋が破けてたりとかありますけれども、この辺も使えるんで。上に乗っかってるちっちゃい方のやつね。この辺は、こっちは販売します。下の方はね、これちょっと僕のコレクションなんですけども。あとその下、黒い箱。これはですね、1920年代、30年代、皆さんご存知のアメリカのメーカーの車メーカー、フォード。フォードがですね、フォードソンっていうトラクターとかね、農工具を売っていたレーベルがありまして、その工具入れですね。それも展示してます。僕の車の工具入れかなんかに使ってたりとかしますね。その下の見えづらいんですけども、黒い長いでっかいやつ。あれもですね、フォードソンじゃなくて、こっちはフォードですね。フォードの方の道具入れですよね。これもね、なんかいろんなものを入れてたんでしょう。これT 型フォード。足を乗せる、乗り込むときに足を乗せるスペースがあります。そこにですね、置いておく工具入れだったそうです。それの純正オリジナルですね。これ2、3個持ってまして、で、実際何個か僕、車に積んで使ってますけれども、かっこいいし、武骨だし、物もそこそこ入るし、僕非常に好きです。ホットロッダーの方はね、ぜひ、よかったら使ってみてください。はい。その脇にあるスヌーピー関連の雑貨が細々とありますけれども、これね、問いに出ていただくスヌープさんいらっしゃるんですけども、その時にね、ちょっといろいろ抱き合わせでね、仕入れさせていただいたものだったりとかするんですけれども、このあたりもね、味わい深い、可愛らしいものがいっぱいあります。はい、こちらにおられるのがですね、スヌーピーでございます。僕がいない間、束になってお店を守ってくださってます。かっこいいですね。凛々しい。ここにですね、200人いたんですけども、今199体。ちょっとね、一人はアメリカの方に里帰りをしまして、今199という形でございます。これ何かと言いますとですね、これ突っ立ってますけれども、正常な構えがですね、寝転がってます。お腹がくぼんでますね。ここにですね、石鹸を乗せます。そうです。ソープディッシュでございます。60年代頃ですかね、発売されていた、エーボンというですね、洗剤のメーカーですよね。そういうのをグッズとして販売されていたものなんですけれども、石鹸を売るのにスヌープと抱き合わせて売っていこうという、そういった企画だったんだと思います。これがですね、これとの出会いなんですけども、どうしても僕デザインが好きなものが、ね、ヴィンテージに多いっていうことが、ヴィンテージ雑貨屋さんだったり、あとはフリーマーケットだったり、そういったところにね、よく足を運んでいるんですけれども、とある時にですね、このスヌープ一体だけ突っ立ってたんですよ。この状態でね。なんだこれ偽物っぽいな。なんだこれ偽物のスヌープ、どうしましたかっていう形でちょっと、話聞いてみたんですよね。そのショップさんに。そしたらソープディッシュだよという説明を受けて、なるほど、そうですか。じゃあこれ、うちに来てもらっていいですかっていう形でですね、一体買わせていただいたんですよね。で、そこからもう目がそこに向いてチャンネルが合ってしまったんで、もう非常に目にするんですよ。もう見るたんび、じゃあちょっとうち来ないか。いや、お前もちょっとうち来いよ、みたいな。俺なんだよ、お前ら3人のじゃあうち来いよ、みたいな。そんなこんなでうちに招き入れしたらですね、非常にたくさん集まっちゃったんですよ。じゃあそんな集まって何やんの？いや、じゃあ野球でもやろうよ。じゃあサッカーやろうよ。そっからね、どんどん増えていったんですけども、どうでしょう今、ここに立ってる人たち、199人います。これだけじゃないんですね。先ほどお話しました。箱の中入ってる人たち、まだ生まれたまんま、そのまま放置されてるってことですよね。この人たちも多分、およそ60ぐらいいるんじゃないですかね。まだまだいます。僕ん家にあと100人ぐらいいますね。はい。150人か。ぐらいいますね。
そんなんこんなんで、知らないうちに、おそらく、僕、世界で一番持ってると思うんですけども、自称ね、世界一のコレクターになったわけなんですけども、なんと、先頃、このソープディッシュの金型っていうものを見つけまして、これもうちにあります。はい。だからといって、パクリで作ってるわけじゃないよっていうことは説明しておきますね。これ作るとね、非常にきつく怒られると思うんでね、お金の面でね、怒られるんで、そういったことは一切してません。もうコレクションの一環でそういった金型も持ってるよっていうことです。一旦ね、打ち来ないか運動はね、今住んでますけれども、またいつの日かまた世界中にいるね、スヌープたちをまたうちに招き入れたいなとは思ってます。はい。ちょっと壁一面ね、飾らせていただいてるんで、ここがインパクトだなっていうところでね、一見の価値あると思います。この公園時点のね、どうだろう、左サイドからね、来る人たちは、あれなんかスヌープがいっぱいいるよ。スヌーピー屋さんですかって言ってね、入ってくる人もいるんですけども、スヌーピー屋さんじゃありません。一応ね、これ販売はしてますけれども、スヌーピー屋ではございません。はい。で、今度ね、逆サイドから来る、右サイドから来るね、お客様たちは、バイクしか映ってないんで、バイク屋さんですか？バイク売ってるんですか？僕のバイク持ってきたら整備してくれるんですか？整備しません。僕バイク屋じゃありませんからね。で、売ってもいません。元々の裏話ですけれども、ガレージを探してて、ガレージがなくて、この店舗を借りました。そういったね、裏テーマもありますけれども、バイク屋でもなければ、スヌープ屋でもございません。雑貨は販売してますけれども、本業はシルバーアクセサリー屋でございます。はい。この看板はですね、ご覧になってください。真ん中にね、矢がついてません。これ何かと言いますと、創業当時の一番最初の看板です。これをね、うちの専務、弟がですね、当時まだね、働いてなかったんですよね。高校生かなんかだったと思うんですけども、なんか自分で、カッティングして作ってきてくれてですね、僕にプレゼントしてくれたんですよ。で、一応ね、こういった一番最初の看板だったりとか、いろんなものがね、展示してありますので、その辺も意味を知っていながら見ていただくと、ちょっと感慨深いかなと思ったりします。よかったら見てください。はい、今回ね、見ていただきました。コイン辞典ですけども、先ほどもね、お話しました通り、ちょっと僕のパートになってるので、言えないことも多いですけれども、ぜひね、こちらの概要欄にある原宿店の方にご連絡ください。ちょっと連絡をね、お客様と取って開けられる、お見せできるような時間を作りたいなとは思ってます。それとですね、ちょっと本当にどうだろう、ここで働きたいよっていうね、方がね、いらしたら、なかなかちょっとね、マニアックな空間なんで、ちょっと商品知識がないとなかなか難しいのかもしれないけれども、好きはね、ものの得意なれっていうことで、こちらでどうしても働きたいよっていう方がね、いらしたら、こちらの概要欄の方にまたご連絡ください。なんせちょっとね、この高円寺という街がね、マニアックで味わい深い、街でございます。高円寺駅から東通り商店街、その周辺のこともね、でちょっとご説明、皆さんと楽しんでいけるような会をね、また作れればと思ってます。バイク屋じゃないんで、シルバー屋ではありますけれども、雑貨もね、買えるんで、よかったら皆さん遊びにいらしてください。だから本当どうだろう、高円寺来ることがあったら一度ね、覗いてみてください。万が一空いてるかもしれないんで。そしたらね、ラッキーです。周りの方はね、開けてると、今日空いてるとかってね、言って、本当入ってくる人いるんでね。そういった方はね、僕言います。ラッキーですね。ついてるよ。いいことあるよ、今日は。なんて言ってますけどね。ほとんど空いてません。はい。ですね、連絡ください。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。次回もまた、楽しく頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録と、あとですね、コメントの方、もしよろしかったらよろしくお願いします。今日はありがとうございます。